皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け、完成までを収録しているフラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。箱スカ GTR のフォード案に当時用意されていたカラーはホワイト、レッド、シルバーの3色のみで、今回はこのラインナップからホワイトをチョイスし仕上げていきたいと思います。ホワイトといってもパキッとした真っ白ではなく、レトロさを出したいのでアイボリー寄りのホワイトを調色していきます。ガイアノーツのアルティメットホワイトにイエローを1割ほど混ぜ調色したものをガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各曲線や角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどの広い面積の部分、3工程目は各部ムラが出ないよう塗装していきます。続いてミラーやバンパーの加工を行います。まずはバンパーですが、パーティングラインを消した上で、角が尖りすぎの形状なので紙やすりで整え丸みを出しました。ミラーはとても小さいのですが、このままではボディに取り付けるのは不安定な接着となるので、ミラーの付け根、ボディ側ともに 0.4mm のピンバイスで穴を開け、ミラー側には真鍮線を差し込み支柱としました。バンパーも同様、取り付けが不安定なので 0.8mm のピンバイスで穴を開け真鍮線を差し込み支柱とします。リアパネルの T シリンダーと 3D で出力したヘッドライトのリフレクターはバルブを取り付けるので、こちらもピンバイスで穴を開けておきます。これで加工完了。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。塗装の順番としては、下回りパーツの塗装やメタリックパーツの下地として、まずは一番量が多いブラック系、そして次にシルバーなどのメタリック系、続いてその他のカラーとなります。まずはブラック系から、下回りパーツ、そしてインテリアパーツ、メタリック塗料を重ねるパーツなどに対し、ガイアノーツのエボブラックを吹き付けていきます。さらにインテリアパーツの中からシートと内張りパーツは革の部分との素材の違いを出すため、マスキングをした上で革の部分に対しブラックを塗装、ツヤありとツヤなしのブラックで素材の違いを出してみました。 3D で出力したホイールはエボブラック、スーパークロームシルバー2、クリアブラウンの順で塗装しブロンズ仕上げとします。 3D 出力したマフラーは太鼓部分はフラットアルミで、パイプ部はクレオスのスーパーチタンを吹き付けてあります。リアパネルはタミヤのラバーブラックで塗装です。続いては木目調塗装の解説です。塗装工程としては下地、模様、本塗装の3つの工程となります。まずは下地から。本塗装でクリアオレンジを使用するので、発色を良くするためにエナメルシルバーを木目仕上げにしたい部分に塗装していきます。次に模様付けです。ここが一番重要な部分で、模様をしっかり付けないと木目に見えません。模様の付け方としては、アクリルカラーのマホガニーを使用し、筆に塗料をつけたら一度ティッシュなどでその塗料を吸収させ、かすれる程度に調整。その後木目の模様をドライブラシで塗装していきます。できるだけ一定の方向にドライブラシでしっかり模様付けができたら、次は本塗装です。本塗装はアクリルのクリアオレンジを使用。こちらはたっぷり塗料を塗っていくことを意識して塗装です。これで木目調の塗装表現が完成です。続いて筆を使用した塗り分けです。先ほどの木目調で塗装した部分と素材の違いを出すため、
ハンドルとシフトノブはレッドブラウンを塗装し、ハンドルの中央とシフトノブの頭にはレッドを差し込んでおきます。今回のキット付属のインテリアにプラスする形で 3D 出力したパーツはシガーソケット、トグルスイッチにラジオパネル、空調パネルにサイドのルーバー、これらに対し色を入れていきます。スイッチ類は4アーティストマーカーのシルバーでメッキを再現した後ブラックを差し込み、空調パネルはエナメルシルバーで塗装しました。メーターリングと内割りのメッキモール部分も4アーティストマーカーのシルバーで塗装です。同様に 3D で出力したエンブレム類ですが、こちらも4アーティストマーカーのシルバーで塗装をし、下地を作っておきます。次に下回りの組み立てです。3D で出力した渡辺ホイールとタイヤを組み込んでいきます。こちらはホイールのサイズが若干小さかったので、マスキングテープで太らせ組み込みます。オフセット調整はホイールパーツのポリキャップを埋め込む部分を 3mm 延長し、長さを確保、スライチになるように調整しました。車高の調整ですが、フロントはサスパーツに取り付けるスペーサーを入れ替えたのみで、ボディ方向に差し込むスペーサーを 1.5mm のものに、車高を下げたことにより地面側に隙間ができてしまうので、こちらには 1mm のスペーサーを差し込み、タイヤがフェンダーギリギリに収まる車高を狙い調整しました。リアは車高調整は必要なく、スペーサーにてオフセットの調整のみとなります。フロントの車軸が若干フロント寄りだったので、アームパーツを分割し、取り付け部分の穴を拡大、しっかりホイールがセンターに来るように調整しつつ組み上げていきました。続いてデカールの貼り付けです。まずは社名プレートからとなりますが、キット付属のデカールはナンバーデカールのみ、ジャンクデカールから GTR を探し貼り付けを行います。筆と綿棒で水分を除去しながら貼り付けです。メーター類はというと、付属のデカールではスピードメーターとタコメーターしか付属していないので、水温計やら燃料計やらのメーターデカールを自作。スピードメーター、タコメーターは付属パーツに貼り付けなのですが、パーツが小さすぎるのでプラ板に貼り付けてからダッシュボード裏面より接着。他のメーターは穴開けポンチを使い、円形にデカールをくり抜き、各部に貼り付けていきました。その後レジン液とブラックライトでデカール保護とクリアケースの再現としておきます。最後にインテリアの組み立てです。まずはダッシュボードサイドの空調ルーバーの再現から。ダッシュボードを作り込む上で、箱スカだからここは絶対やった方がいいと思ったパーツの一つがサイドのルーバー。ダッシュボード側は 2mm の穴を開けておき、3D 出力したルーバーを取り付けました。グローブボックスとハンドルステーブのキーシリンダーは配給パーツのマイナスモールド 0.7mm を取り付けです。ダッシュボード内にはラジオと空調が再現されていなかったので、こちらも 3D で出力したものを取り付け再現完了。ハンドルも取り付けておきます。ギアボックス周りのパーツはトグルスイッチとシガーソケットを 3D で追加。あらかじめ穴を開けておいた箇所に接着です。ダッシュボードとギアボックス周りを接着しパシャリ。セブンスターを自作し置いてみました。僕の中で箱スカイコール男、男イコールセブンスターなので相性はいいはず。箱スカをより一層輝かせるいいアクセントになればと思います。続いてシート類です。今思えばシート類は全て 3D パーツ製、本当に 3D プリンター様々です。アドラーズネストのシートベルトシールを使い、バックルや金具を取り付け、シートに貼り付けていきます。車内のマット類はダイソーのフェルト生地よりブラックの生地をカットし接着していきました。その後ダッシュボード、リアシート、
フロントシートの順で取り付けを行い、これでインテリアが完成しました。持ち合わせているスキルを全て注ぎ込んだインテリア。個人的には感無量です。夢中になれるって本当に素晴らしいこと。やり尽くしたところで今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。